皆さんこんにちは、プラぼっち研究所です。今回はハイグレード赤いガンダムをソープランドピンクカラーでキャンディー塗装で仕上げていきます。ハンバーグ。プラぼっち研究所。改めましてこんにちは、プラぼっち研究所の所長です。いやー、最近 YouTube でバイク動画ばっかり見てましてね。まあそれは後で話しましょう。今回組み立てと全塗装を行っていくキットはこちら。機動戦士ガンダムジークアクスよりハイグレード赤いガンダムです。発売日は2025年5月31日で価格は税込み2750円です。ついに来ましたね、赤いガンダム。劇場版を見に行った時にジークアクスを見に行ったと思ったら、最初の方はずっとこいつが出てましたからね。めっちゃ印象に残りましたよ。ようやく組み立てができるということで楽しみです。それでは早速開封していきましょう。オープン。毎回この瞬間はたまらないですね。内容物はこんな感じ。ランナーも取り出していきましょう。これはアドバンスド MS ジョイントですね。ハンマーのチェーン部分です。こういう負荷がかからない箇所に使われるのはとってもいいと思います。リアルグレードのフレームみたいに動かしたり、荷重がかかる箇所に使われるやつ、すぐへたっちゃうんですよね。リアルグレードのニューガンダムあたりからフレームに使われなくなったみたいですが、リアルグレードの暁で使われてましたし、完全にフレームに使われなくなったわけじゃなさそうですね。喋りすぎました。シールはシャーバージョンと習字バージョンの2種類が付属しています。でもこれシャーバージョン再現するのにビットが6ついるんだが、まあこの議論は今の米騒動ぐらい行われているので、私はもう何も言いません。それではパーツをカットしていきます。使用ツールは狭い箇所にも刃が入るタミヤの先細薄刃ニッパーです。こちらを使ってパーツから少し離れたところを切り離していきます。こちらのアドバンスド MS ジョイントは細いところを切り離した後に魚の骨を取るようにこの透明なパーツをもぎ取っていくようですね。ある程度渋みがあり、形状が記憶されます。切り出しが完了したらこちらの片刃ニッパーを使い、残ったゲート跡をさらに切り取っていきます。このようにニッパーで切り取りづらい箇所は私はデザインナイフを使って切り取っています。ちなみに毎回これをデザインナイフって言うけど、ただのカッターです。はい、この通り綺麗になりました。パーツ分量は全体でこのくらいの量です。それでは組み立てていきましょう。はい、部位ごとにパーツを組み立ててみました。これらを合体させてハイグレード赤いガンダムすぐみの完成です。武器類も持たせてみました。細身のプロポーションでジークアクス味を感じますね。ところどころ外装から内部パーツがちらっと見えている箇所も造形が細かいです。この前組んだジークアクスとサイズは同じぐらいですね。関節も二重関節になっており、ポージングも自由自在です。さあ、このキットをここから塗装していくわけですが、こちらの赤いガンダム、レッドとピンクから構成されているんですよ。そして私最近、ハンバーグ師匠チャンネルというバイク系の YouTube をよく見ておりまして、そこでハンバーグ師匠が乗っているハーレー・ダビッドソンのバイクが、それはもう素敵なカラーをしているんですよ。ソープランドピンクって呼ばれてるんですけどね。まあ基本シャーカラーをなるべく再現しつつとも思ったのですが、過去にシャーズゴックでそれはもうやったので、今回は赤いガンダムをソープランドピンクに全塗装していきます。これは怒られそうだな。ハンバーグ。それではパーツをばらしつつ気になる箇所に手を加えていきます。まずはこちらのパーティングラインを消していきます。パーティングラインっていうのはたい焼きでいうところの羽ができる箇所です。いろんな箇所にありますね。こちらを消すのに便利な道具はこちら、アルゴファイルのマジスクです。マジとスクの間には中黒がいりますよ。マルチジルコニアスクレーパー、略してマジスクです。こちらを使ってパーティングラインを消すようにカンナがけしていきます。仕上げに少しヤスリで表面を整えてこんな感じ。綺麗にパーティングラインを消せましたね。あとは頭部パーツのアンテナ部分にフラッグと呼ばれる安全性のための塊がついているので、切り取ってトキントキンにしていきます。ニッパーで大部分を切ってヤスリで整えます。フォーアフターはこんな感じ。
結構簡単にできる改造なので、素組みで済ます人でもおすすめです。さあ、すべての下準備が整ったので塗装を行っていきましょう。まずはパーツを持ち手棒につけていきます。私はこの作業を田植えと呼んでいます。今回はソープランドピンクを目立たせたいので、レッドとか他の色は控えめにします。そしてソープランドピンクのハーレーはシルバーメッキが多いので、今回の赤いガンダムにもシルバーを多めに入れていきます。まずはグレーっぽいパーツを塗装します。使用塗料はおなじみガンメタとブラックを混ぜたサフです。そろそろこの塗料がなくなってきたので、新たに調色して作らなきゃいけないんですが、この色を再現できるかは分かりません。はい、この辺のパーツをガンメタブラックで塗装しました。このサフは傷ならしと塗装が同時に行えるので本当に優秀ですね。続いてもグレーのパーツなのですが、こちらはシルバーに塗装します。使用塗料は新登場スターブライトジュラルミンです。ちょっと黄色みがかかったシルバーなんですかね。こちらを塗ってみるとこんな感じ。言い方は悪いけどちょっと黄ばんだ感じのリアルな金属感がありますね。はい、シルバー全部塗り終わりました。なんかいつも使うシルバーよりも心なしか上品な気がします。あくまで個人的な感想ですよ。続いてイエローパーツを塗装します。使用塗料はクリオスのスーパーゴールド2です。塗ってみるとこんな感じ。悪目立ちしない落ち着いたゴールド色ですね。4パーツなので一瞬で塗り終わりました。続いてこちらのレッドではなくカメラアイのブルーパーツを塗装します。こちらは明るいブルーに仕上げていきたいので、まずは光沢のホワイトで下地作りをします。次に蛍光ブルーを塗り重ねしました。さらにとどめのパール系のサファイアブルーでキラキラ成分を足しまして、こんな感じ。単体で見るとちょっと悪目立ちしそうですが、組み込んだらいい感じになるので安心してください。実はちょっと不安です。続いてこちらのピンクとレッドのパーツを塗装していきます。まずはどちらの色もブラック光沢にしていきます。はい、ブラック塗装完了。先にレッドのパーツからシルバーを塗っていきます。使用塗料はクリオスのウルトラシルバーです。バイクとかのギラギラボディをイメージして金属粒子の大きいこちらをチョイスしました。1対3くらいの薄めに希釈しているので、下地の色が結構効いたシルバーになります。で見るとこんな感じでギラッギラになります。私はこのギラギラが大好きです。結構暗い色だなと思うかもしれないけど、今回はこれで OK です。他のパーツも問答無用でギラッギラにしていきます。またこのメタル系を塗布するときはエア圧を弱めにして塗料をふわっとのせるイメージでやっています。続いてクリアレッドを塗装します。使用塗料はガイアノーツのクリアレッドです。今回はソープランドピンクを目立たせたいので、レッドは脇役です。先ほどのシルバーを暗めに仕上げていたので、クリアレッドを塗っていっても暗いレッドに仕上がります。光が当たるとレッドが目立ちますが、遠目に見るとかなり暗い色ですね。全部塗り終わるとこんな感じ。 LED ライトに当てるとボーリングの球みたいに光ります。続いてお待ちかねソープランドピンクのパーツを塗装していきます。まずはスターブライトシルバーを使って明るめのシルバーに塗装します。次にラメ成分をプラスするために先ほどのウルトラシルバーをふわっとかけておきます。塗布前後を比較するとこんな感じです。実際のハーレーのソープランドピンク号はもっとラメ感が強そうですが、手持ちの塗料だとこれが限界でしたね。そしてソープランドピンクを調色していきます。使用塗料はガイアノーツのクリアピンク、蛍光ピンク、クリアパープル、ギラギラ成分がもう少し欲しかったのでウルトラシルバーも少し、こちらの4色を混ぜ混ぜしていきます。普段はあまり調色しないから不安でしかないですね。良さそうな色ができたので吹いてみましょう。おお、結構いい感じじゃないでしょうか。このまま塗っていきましょう。ちょっとここで小話ですけど、私はソープランドピンク号めちゃめちゃかっこいいと思います。私もバイクに乗る人間なのですが、バイクって交通手段でもあるんですが、雨が降ったら濡れるし、ちょっと操作をミスったら転ぶし、四輪自動車でいいじゃんってなるけど違うんですよ。楽しいから乗る。いわば趣味色が強いんですよね。だからカスタムパーツやカラーで自分好みにアレンジする人が多いんですよね。ハンバーグ師匠のソープランドピンク号なんて唯一無二すぎてかっこよすぎるだろって思いましたね。
なんでしょう、操縦にギア操作や重心移動が必要で難しい堅物なんですが、人間が支えてあげないとバイク自身では立っていられない弱さもあって可愛いんですよね。ちょっとバイクトークが止まらないのでこの辺にしておきます。というところでソープランドピンクの塗装も完成です。現物よりピンクがちょっと強すぎるか？光の当たり具合で結構色が変わるんですよね。続いて部分塗装を行います。太ももの黄色やビットの黄色ですね。使用塗料は水性ホビーカラーのゴールドを使用します。こちらを筆塗りでぬりぬりと、袖のパーツのパイプみたいな箇所もゴールドで塗っていきます。あとはビットの中身ですね。これ組み立てた後から気づくのですが、シルバーの部分は表に出ないので全部ゴールドで塗っても良かったかもしれないですね。これにて塗装は全て完了です。続いてディティールアップとして墨入れとデカール貼りを行います。まずは墨入れから行いましょう。使用塗料はタミヤの墨入れ塗料ブラックです。毛細管現象を利用して細かい溝に墨を流し込んでいきます。拳のパーツ、武器のパーツ、はみ出た箇所はエナメル溶剤で拭き取れば問題なしです。続いて水転写デカールを貼っていきます。今回はハーレーとかのメッキを意識してこちらのシルバーのデカールを使ってみましょう。買ったはいいものの使いどころがなくてずっと飾っておりました。これとジオンマークも少し貼っていきましょう。使いたいシールをカッターで切り取って水を含ませたキッチンペーパーにのせます。その間にマークセッターを塗布したい箇所に少量つけておきます。いわゆる糊りですね。浮いてきたシールをピンセットでつまんでのせます。位置を微調整したら綿棒で余計な水分を拭き取って貼り付け完了です。シルバーのデカールも同様に貼り付けていきます。シールドのパーツですがどうでしょうか。我ながらかっこいいですね。配色もいい感じ。デカールを貼り終わったら光沢クリアでトップコートします。作る作品にもよりますが今回は厚塗りをしていきます。はい、トップコート完了です。最後のお楽しみ工程に行きましょう。一旦机の上に綺麗に並べてみました。ソープランドピンク号を意識するならちょっとブラックのパーツがあってもよかったかもしれませんね。各部位をアップで見ていきましょう。まずは頭部、バチバチに入っている墨入れがかっこよすぎます。カメラアイのブルーも組み込んでみるとそんなに悪目立ちしないですね。あとはハーレーのメッキパーツをイメージしてところどころシルバーに変えています。続いて胸部、このカラーリングかっこよすぎだろう。腰のピンクを見なかったことにしたらアイアンマン味がありますね。続いて腰部、はい、ジークアクスの腰よりもさらにシンプルになりましたね。続いて腕部、腕頭骨筋のところのしましまの部分はシルバーエナメルを筆塗りしています。シルバーの水転写デカールいいですね。鏡面反射してめっちゃ光ります。続いて脚部、内部のシルバーフレームがチラ見えしてめっちゃかっこいいです。トップコートを厚塗りしたのでウェッティな感じでヌルテカしています。続いてバックパック、ビームサーベルの持ち手のところはエナメルシルバーで筆塗りしています。少しだけ水転写デカールも貼っています。続いてビット、なんか怪しいお店のミラーボールみたいですね。なぜか癖でグラデーション塗装をしちゃったがために変な箇所に影が落ちていますが見なかったことにしてください。ここのシルバー部分かっこよすぎます。続いてシールド、うわーかっこいいカラーリング。このカラーリングの赤いガンダムの塗装も見たかったけどそれはまた別のお話で、こだわりは裏面のシルバーです。続いてビームライフル、もともとシンプルなパーツだったのですが墨入れすることによってディティールが際立っていい感じになりましたね。バシューン。続いてハンマー、綺麗ですね。それでは合体していきましょう。胴体と腕をドッキング、腰と足をドッキング、バックパックを取り付けて上半身と下半身をドッキング、ボチーン。頭部を取り付けてビットを取り付けたら赤いガンダムトープランドピンクカラーの完成です。プラぼっち研究所。
かがでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。今回は成型色からがっつり変えてしまいましたね。どこかの界隈から怒られないか不安です。ハンバーグ師匠のハーレーのソープランドピンクを再現したつもりですが、ちょっとピンクすぎましたね。実際はもっと紫っぽい感じな気がします。蛍光塗料も使ってみたのでブラックライトを当ててみましょう。お、なんか原色に近い感じになりますね。これはこれで面白い。まあガンプラは自由だって言うんで許してください。いつもは結構成型色を守りつつ塗装を行っていたので、今回の塗装で何か自分の中の新しい扉が開かれた感じがありますね。それではこの動画が良かった、次の作品にも興味が湧きましたら、チャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。また制作状況や近況は X でつぶやいておりますのでチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。